プラス AI ニュース。こんにちは。今回のディープダイブへようこそ。今日はですね、日本の選挙制度が抱えるちょっと複雑な問題、一票の格差についてです。いただいた資料を元にして、その核心に、迫っていきましょう。まず、そもそもこの一票の格差って、何なのかっていうそこからですよね。すごく簡単に言うと、選挙区によって有権者の数が、かなり違うわけです。で、そのために議員一人を選ぶのに必要な票の数が場所によって大きく変わっちゃうと、そういう状況のことですね。例えば、A 選挙区は50万人いると。で、B 選挙区は100万人。どちらも当選者は一人だとしますよね。すると、B 選挙区に住む、あなたの一票の重みっていうのは、A 選挙区の人の、半分になっちゃう。これがいわゆる2倍の格差があるということですね。この一見シンプルな数字の違いが、実は大きな問題をはらんでいると。これを解き明かしていきたいなというのが今回のミッションです。この問題の根深さというのは、単なるその数字の違いだけじゃないんですね。憲法が保障している法の下の平等、これは14条ですね。あと、選挙における投票価値の平等、これは44条あたりに関連してくるんですが、はい。こういうまさに民主主義の土台とも言える原則に、この格差が、抵触するんじゃないかと、長年問われ続けているわけなんです。あなたの一票も他の誰かの一票も本来は同じ価値を持つべきだというのが、基本的な考え方ですね。なるほど。となると、じゃあ、なぜそんな価値の不平等みたいなものが生まれてしまうんでしょうか。資料を見てると、やっぱり都市部への人口集中。で、それに合わせた選挙区割りとか議員定数の見直しっていうのが、なかなか追いついていない。そういう状況が見えてきますよね。まさにその通りなんです。人口はどんどん変わっていくのに、制度の変更がそれになかなか追いつかない。で、その結果として格差が無視できないレベルまで広がってしまうと。そしてですね、この格差がある一定の基準を超えてしまうと、最高裁判所がですね、違憲状態であると。違憲状態。つまり、憲法違反の疑いが極めて濃い状態ということですね。あるいは、もっと踏み込んで違憲だという判断を下すこともあるんです。はあ。ただ、選挙そのものをね、無効にしてしまうと、これはもう社会的な混乱が非常に大きいので。そうですよね。なので、違憲状態という判決を出して、国会に対して強く是正を求めると、そういうケースが多いですね、実際は。なるほど、なるほど。司法もかなり重く見ているそういう問題なんですね。では、具体的にこの格差を是正するためにどんな手が打たれてきたんでしょうか。はい。大きな動きとしては、まず衆議院ですね。こちらではアダムズ方式という、計算方法が導入されました。アダムズ方式。これは、より人口の比率に忠実に議席を配分する方法なんです。で、これによって結果的に、都市部の議席が増えて、地方の議席が減る。いわゆる10増10減という、かなりドラスティックな変更が行われたわけです。ほう。衆議院はアダムズ方式でかなり大きく動いたと。では参議院の方はどうなんでしょう。同じ方式ではないんですか。参議院はですね、また違うアプローチを取ってるんですね。こちらは、人口が少ない隣り合ってる県を一つにまとめて一つの選挙区にする合区という手法が進められました。合区ですか。例えば鳥取県と島根県、あるいは徳島県と後継県、これがそれぞれもう一つの選挙区になっているということですね。を見ると、特に参議院ではまだ問題が解決してないようにちょっと読めるんですが。ご指摘の通りなんです。特に参議院ですね、最新の、これは2025年10月時点の情報ですけれども、この時点でも最大格差が依然として3倍を超えているという状況でして。3倍超え。はい。で、複数の高等裁判所で違憲状態だという判断が、続いています。衆議院の方は、アダムス方式導入の効果もあって、格差が2倍未満に収まってきて、合憲とする判断が増えてはいるんですが、参議院の格差問題というのは、まだ大きな課題として残っている、そういう形ですね。なるほど。そうなると根本的な問題というのは、一人一人の票の価値を平等にしましょうというその原則と、もう一つは、各地域の声をちゃんと国政に届けなきゃというその地域代表の考え方。この二つをどう、両立させるか。
すごく難しいバランスの話に行き着くわけですね。まさにそこが核心部分だと思います。で、今後の選択肢としては、いくつか議論されてるわけですけども、例えば、参議院にもアダムス方式を導入するべきじゃないかとか、あるいはさらに合区を進める。もしくはもう全国を一つのブロックとするような比例代表制を強化するとかですね。国勢調査の結果に応じて区割りを自動的に変える仕組みを作るとかですね。ふむふむ。様々な案が議論されてはいます。しかし、どれも一長一短がありまして、特にそのアダムス方式を参議院に適用した場合、これは計算上なんですけども、都道府県によっては定数がゼロになる可能性すら指摘されているんですね。定数ゼロですか？そうなると、じゃあその地域の代表、これをどう確保するのかと。この点は非常に大きな、論点になっています。ということは、この一票の格差の問題って、単なる法律論とか政治の駆け引きとかそういう話じゃなくて、私たち有権者一人一人にとって自分の代表がどう選ばれるのか、そして自分の一票がどんな重みを持つのかということ、つまり民主主義の根幹に関わる非常に身近で、重要なテーマだと言えますよね。そうですね。最後に、ぜひこれを聞いているあなたにも考えてみていただきたい問いがあるんです。それはですね、仮にですよ、あなたの地域から国会議員がいなくなる、そういう可能性があったとしても、一票の完全な平等を達成すること、そちらの方を優先すべきかという問いです。難しい問いですね。この地域代表制という価値と、投票価値の平等というもう一つの重要な価値、この二つの間の、トレードオフですよね。これについてあなた自身がどう考えるか。それがこの問題をより深く自分事として捉えるための一つの鍵になるのかもしれないですね。